皆様、こんにちは。ピーターのリーダーシップ道場です。今回も引き続き、飯塚龍馬さん、はい。言い換えて、いいちゃんはい。に来ていただいております。いいちゃん、よろしくお願いしまいいちす。ゃんよろしくお願いします。飯塚さんは、いいちゃんですね。はい。ごめんなさい。いいちゃ全然全然。んは、発射台ソーシャルという一般社団法はい。人でご活躍のほか、立命館大学の3年生はい。でもいらっしゃいます。で、前回のエピソードでは、高校生の時に入試の直前に難病が発症してうん。腸が破裂して、はい。死ぬか生きるかという大変な場面に遭遇したというん。うそんな話を一緒にしました。はい。そこから何を学びといういろんな話をいただいたけれども、結局大学入試の3日前に破裂をしうん。たので入試は受けられなかったわけですよね。そうですね。で、それから3ヶ月入院をして、はい。その後どうなったんですか？大学、高校は卒業できたんですか？大あ、学にはどう進んだんですか？ちょっとありがとうございます。教えていただきそうですよたいと思います。ね。高校は、なんとかギリギリ卒業できあて、あ、先生とか、もう友達とかめっちゃ協力してもらって、卒業できて、その後は1年、浪人をしたんですけど、うん、もうちょっと浪人という言い方が正しいのかどうかっうん、ていうのは思ってて、うん、多分知ってくださってる方もいるかなと思うんですけど、僕の場合、ギャップイヤーに結構近いよううな1年ん、のう過ごし方をん、うん、していまうん、した。まあ、それは、それこそ人間いつ死ぬかわからないってなっうた時ん、に、うん、その受験、今の日本の受験してで結うん、構割といい就職先に入ってっうん、うてん、安定した職うん、業について安定した暮らしをするっていうのが結構セットでうん、語うん、られることが多いと思うんですけど、その未来っていうのが結構果たして本当に訪れるのかっていうん、うう、ん、なんかそういう感覚が僕の中にあったのうん、で、できるだけ今その瞬間に自分がやりたいこととうか、自分ん、が楽しいと思うことを選び取りたいなっていうので、1年間浪人、まあギャップイヤーですね。ギャップイヤーとして、受験勉強はもちろんしてたんですけど、それ以外に自分がやりたいこととか興味があることは片っ端からやるっていう、そういう例えばどんな19歳。ことやったんですか？例えば、医療系の学生団体があうん、って、うん、医学部生ばっかりの学う生団体があん、るんですうん、けども、医うん、学部の中だとすごい有名な学生団体があるんですけど、そこに、学歴もない浪人生の立うん、う場で ん、ずかずかとほ入り込んでいっう、て、ほで、その年、それこそだから大学4年生とか5年生とう、かの医うん、学部の先輩たちの中で、団体の副代表をしてほう、素晴らしい。で、万ほ博とかに向けた活う、うん、動をやってたんうん、ですけど、その活動をやってみたりとうん、か、うん、うん、あとは、その延長線上で、それこそ丸いグループとのご縁をつないでくださった平原伊文さんとうん、いううん、女性の起業家の方にも出会って、その方のもとでインターンを始めてみたうりとん、うか、ん、うん、本当うん。にいろんなことをやってましたね。浪人というよりはギャップイヤーと読み替えた方がいいですね。そうですね、そうかももちろんしれないです。勉強してもいいけど、勉強の他にもいろいろやった方が人はい。生が豊かになるとはい。いう、またこう経験をされてるわけはい。ですね。でも、ちゃんと勉強もされて、それで、立命館大学にそうですね。入学をしたんですね。はい。それも、でも一般受験で勉強するほど、まあ、時間も、あと自分の、それこそ能力も、高校3年間病気になって学校行ったり行けなかったうん、うん、りがあったので、もう完全うん、に、いわゆる筆記の学力試うん、うん、験の能力的にはもう衰えてしまってうん、いるというか、もう追いつうん、けない状況になっうん、てしまっうん。ていて、浪人生なのに栄養入試、総合型あ、選抜入試うを受けるってん、いう、そういう道があるんですね。あるんでうすよ。でもん、成績もめちゃくちゃ悪いんで 素晴らしい。もう行ける大学で行きたい学部でって2校しかなくて、ほうほうもう立ほうほ命館と慶応と2つしかなくう。て、で、ずいぶんいい大学ですけどね。そうですね行きたい大学に絞ったらそうなっちゃったんですけど、ほうほう。で、行きたい学部うん、でどちらかというと選んだんでうん、すけど、うん、うん、うん。それで、何の学部でしたっけ？政策科学部ってうん、いう割とうん、リベラルアーツうん、のうん、うん。学部を選んだんですけど、その学部で栄養がたまたまご縁が本当にあっうて、受からん、せてもらって、うん、今大学にも通ってるうっていうん。感じです。いや、面白いですね。そういう紆余曲折ありながら行きたいところに行けたんですが、そこに2年行ったらまた休学をしたんですそうでよね。すね。せっかく入れたのに、2年で休学して、間にもギャップイヤーを挟み込んでるという。はい。これ何があったんですか？いや、まあ、それこそ、今僕が所属として話した発射台ソーシャルといはい、うはい。団体は、それこそ大学1年生になって、
10日後ぐらいにうんたまたま知り合い経由でうんご紹介してもらってうん出会った企業さんなんですけど、そこでもう当時からずっとインターンの活動を続けていて、で、まあ、本当にすごく簡単に言うと、人生を選べる Choose Your Life っていうメッセージを掲げているんですけど、まあ、自分の人生の体験も踏まえて、まあ、人生選べないことめちゃくちゃたくさんあるけど、でもなんかその過去にどういう意味付けとか価値付けをしていくかって、なんか今の自分の生き方が決めたりとか、そこから先の未来が意味付けたりとかするなっていうのが、結構僕たちが掲げてるメッセージ性でもあったりするんですけど、ってなった時に、なんか自分自身がどんなキャリアとか、どんな生き方でそれを体現していくのかっていうことが、なんかすごくマッチして、あとはまあリーダーというかもう代表2人がめっちゃ好きでかっこいいっていうのがあるんですけど、ちょっともうここで働きたいなってなって、お願いをした時に、なんかいいちゃんには覚悟が足りないっていうのをリーダーから言われまして、で、どういうことやねんと思って、何やこいつと思って激おこだったんですけど、でもなんか、冷静にそれまでの人生振り返ると、病気になったこともあって、割とその何か一つに決める、決断するっていうのがめちゃくちゃ怖かったんですよ。なんかそれで失敗したら、もう人生全否定じゃんみたいな。だからとにかくできる限り多くの選択肢とか多くの所属とか多くのやりたいことを残して、どれか一つでもうまくいかなかったとしても他のところでこうカバーしていくというか、自分のメンタルを保つみたいなことをずっとやって、失敗をとにかくしないようにしてたんですけど、なんかそれを見透かされて、本当に一緒に働きたいんやったら覚悟決めろって言われて、覚悟決めるってどうやってやるんですかって思ったんですけど、その当時自分なりに考えた結果、もう今いろんなこと当時もやってたんですけど、それを一旦ストップさせて、もうこのハッシュライソーシャルに1年間、大学も休学してフルコミットでやるっていう、覚悟と決断をするための1年として休学をして、で一生懸命働きました。一生懸命働いた1年間。で、1年間一生懸命やって、また大学に戻って、今は3年生と。いや、ギャップイヤーをだから、まあ、浪人もそうだけど、大学も別に休学の制度があるわけだから、やればできるという。もちろん。みんなできないと思い込んでるだけであって、実はやればできちゃうということ。そんなに大きな問題では、問題どころか、人生を豊かにしたんですよね、きっと。そうですね。だし、もう一個理由としては、やっぱり僕だから、難病にもなってめっちゃ将来とか何学びたいかも考えたし、その後1年ギャップイヤーもしてるので、どこの学部で何学びたいかっていうのもすごい考えたつもりだったんですけど、2年大学行ったらちょっと分かんなくなっちゃったんですよ。大学で何勉強したいかとか、これから先どういうふうなキャリアを歩みたいかとか分かんなくなっちゃって、もうこれはもうあとこのまま2年行ってても何もない2年間を過ごしかねない。せっかく大学というアカデミアにな場所に行ってるのに、これはもったいないなと思って、1年自分を見つめ直すっていう意味でも休学をしたっていうのがあって。なるほど。いや、一直線で進むと、それがなんか、規則正しく思えるかもしれませんけれども、実は何をやりたかったかが途中で見失っていくという、そういうことありますよね。もちろんそうですね。まあ、私はデンマークの生まれなんで、ギャップイヤー当たり前で、大学に入る前に2年ギャップイヤー、大学に入ってから2年休学という、4年ぐらいギャップイヤーを取っている。ただそれがほとんどの私を形成しているのでもあるので、まあ、超おすすめかなというふうに思います。おすすめです。で、この発射台ソーシャルの中で、ある事業のリードをされてるんです。これが18歳の成人式という事業だと思うんですよ。まず、どうして18歳の成人式でなきゃいけないかと、そこで何をやっているかをちょっと教えていただけますか。ありがとうございます。本当にへんてこりんなイベントをやっていて、それこそ3年前ですかね、成人年齢が20歳から18歳の引き下げになったじゃないですか。で僕たち、教育現場すごく行かせてもらってるので、18歳になった人たちに、まあ、大人になったねっていう話を聞いて回ってたら、すっごいネガティブな意見が多かったんですよ。なんか大人になりたくないですとか、なるほど。大人って楽しくなさそうじゃないですかとか、なるほど。あとなんか責任を押し付けられてる感じがしますとか、言いたい。言われて、でも、まあ、確かにそうだよなと。で、クレジットカードの契約が1人でできたりとか、家の契約1人でできたりとか、やれることめっちゃ広がって、で、そこに対して大人たちが闇バイトとか詐欺とかで、わからない18歳をめっちゃ騙しに行くとかもやってるんですよ、今。ってなった時に18歳にめっちゃ逆風じゃんってなって、
で、成人式も20歳の集いっていうふうに名前変えて、もう18歳はお祝いしませんっていうのが、結構地方自治体のスタンスなので、いやいやいや、ちょっと待ってよと。なんかせっかくこれから大人になっていく若者たち、それこそ仲間入りをしてくれる人たちに、なんか僕たち大人が、なんかすごい、大人って楽しいよとか、なんか大人たちの本気の姿とか姿勢を見せることができれば、なんかこれから仲間入りしていく18歳たちも、それこそ楽しく大人になれたりとか、そこから先の人生、辛いこととか苦しいことがあったとしても、その日をこう振り返ったら頑張れるんじゃないかみたいな、なんかそういうきっかけになるような体験を作りたいと思って、この18歳の成人式というイベント、授業を始めたんですけど、簡単に言うと、音楽と、あと言葉と、あと移動体験と人との出会いっていう4つの柱で届けてるイベントで、参加費は無料で、で、北海道、沖縄とか遠くから来る人には2万5千まで交通費を出しますっていう、それはやっぱ誰でも絶対参加できる、参加したいということを諦めてほしくなくて、っていう大赤字事業をやっていて、そこの責任者を今やっています。そこを受けた人はなんか変わるというのを見たりしてるんですか？もちろん、なんか4年やってきてるんですけど、それこそ今このイベントを僕のと一緒に運営をしたりとか作ってくれてるメンバーのほとんどが1年目の参加者なんですよ。あ、なるほど。1年目18歳として参加をしてくれた人たちが、まあ大人たちめっちゃかっこいいですねとか、なんかこんなお祝いを初めて受けましたっていうので、次はそのお祝いを誰かに送っていくっていう循環をしていきたいっていうようなところの気持ちを持ってくれるメンバーがすごく多くて、なので今公式の SNS とか、本当にいろんなところを過去の参加者が一緒に作って、このお祭りを大きくしていってるっていうところで、なんか一歩踏み出す機会もそうですし、なんかある意味でこの社会の循環みたいなところに入っていくきっかけになってるんじゃないかなみたいなことをすごく感じている。面白いですね。でも18歳が大人になりたくないというか、辛そうだっていうのはちょっと悲しいですね。いや、悲しいですよ。僕自身もそれが悲しいっていう理由だけで、なんか始めたので。ああ、そういうこといいですね。素晴らしいですね。で、まあ、いいちゃんご本人も、まあ、普通で言うと、あと1年で大学卒業。でもそこで社会人になるというのは私もすごい違和感があって、そこで初めて社会人じゃないだろうと思うんですが、一応一般的に言うと社会人になっていくんですが、そこでまず、ところでこの腸の病気は治ってるんですか？それともずっとお付き合いをしなきゃいけないものなんですか？ありがとうございます。この病気は難病なので、ずっと付き合っていかなくちゃいけない病気で、僕もだから今2ヶ月に1回ですか、それこそ明日病院だったりするんですけど、2ヶ月に1回点滴の治療を受けていて、それでこう、なるべく症状が起きないように落ち着けてるっていうのが今の状態で、正直いつ悪化するかどうかはわからない部分ではあるので、どんなに気をつけてても。だからいつあの状態になっちゃうんだろうっていう不安はあんまり表には出さないんですけど、ぶっちゃけあったりしますね。まあ、その分だけ自分の人生を大切にするという。そうですね。そうするとその最後に、まあいいちゃんのその仕事のビジョンというか、まあ一応卒業すると今度はなんか稼がない、まあすでに稼いでるんですけどね。まあ一応こう生計を立てていかなきゃいけない中で、なんか自分なりの仕事のビジョンというなんかあるんですか？思いはあるんですか？ありがとうございます。今実はこの1月から発射台ソーシャルの正社員にもなっていて、大学生ながら正社員。そうです。なんでキャリアの形としてはかなり、面白いんですけど、大学生をやりながら社会人もやってるっていう状況なので、大学卒業してからもその企業にそのまま正社員として勤めようかなと思っていて、ただいろいろ自分の中でもやりたいことはすごくあって、まずはさっき言ったこの18歳の成人式っていうイベントを日本武道館まで持っていきたいなっていう素晴らしい夢があって、それはやっぱりすごく歴史と伝統と文化のある、象徴でもある日本武道館っていう場所で、なんか毎年大人になる人たちを大人たちが本気でお祝いしてるって、なんか日本社会捨てたもんじゃないなって思うじゃないですか。なんかそういうことをやりたいなっていうので、そこにまずその授業を持っていくっていうのが一つ目。でそれ以降は、改めて自分のやりたいこととかを見つめながら、自分の事業とか、自分で起業してみたいなみたいな思いもすごくあるので、なんかその2つを、ちょっとまだ内容を何するかとかは全然考えてないんですけど、なんかそういうできるだけキャリアとして面白い、この誰が見たりとか、自分と同じ境遇とか何かしらの選べなさを抱えている人が、
うわ、なんかいいちゃんの生き方クソおもろいな、みたいなこととか、なんか死にかけてもそこまでできるんだ、みたいな、いいですね。なんかそういうことをこう言ってもらえるような生き方がしたいなと思ってるので、まあ、いわゆるそのキャリアアンカー的なところは、まあ、自分が誰から見ても面白いと言われるようなキャリアとか人生を歩むっていうのが最高にいいですね。大切にしたい。誰から見ても面白い。自分の人生を無駄にしない。好きなように生きるというのがテーマかなと、思います。今日のゲストは飯塚龍馬さんでしたけれども、これで終わりなわけではなくてですね、もう一回お話をぜひ伺いたいなと思います。リーダーシップをどう考えていらっしゃるか、まあ、リーダーシップ道場の中で捉えているようなリーダーシップの中での、この本も読んでいただいてますから、どこが刺さったかとか、自分が実践したのはどんなものなのかをもう一回、3つ目のエピソードでお伺いしたいなと思います。このリーダーシップ道場は、Spotify、Apple Podcast、そして YouTube でも映像としてご覧いただけます。このリーダーシップ道場は世界の若手リーダー育成にも貢献しているそんな番組でありますので、それにご関心でしたら、概要ですね、コメント欄の方を見ていただければ詳細が載っております。それではまたリーダーシップ道場でお会いしましょう。